9時をお知らせします。This program is Whiskey Radio, Drama FM. 時刻は午後9時を回りました。金曜日の夜のウイスキーラジオ、ドラマ FM のお時間です。お相手はナビゲーターのシーカーでお送りします。この番組ではウイスキーニュースをはじめ、バーで見かけたら一度召し上がっていただきたいウイスキーをご紹介していきます。ぜひお酒を飲みながらどうぞ最後までお付き合いください。世界的に有名なスコッチブランドシーバスブラザーズのマスターブレンダーサンディ・ヒースロップ氏が40年以上にわたるキャリアを経て昨年末に引退を迎えました。ヒスロップ氏は1983年にウイスキー業界に入り、ブレンデッドスコッチの名門ブランドシーバスリーガルやバランタイン、ロイヤルサルートなど数々のアイコニックなウイスキー作りに深く関わってきました。ヒスロップ氏は名誉マスターブレンダーとなり、後任にはシーバスブラザーズのブレンディングマネージャー兼カスクエキスパートのケビン・バルムフォース氏が新たなマスターブレンダーとして就任。グレンリベットのカスクマスターとしても知られ、グレンリベット21年や25年のレシピの改良、マスターズコレクションなども手掛けてきました。ウイスキーの世界では一人のブレンダーの役割が製品の個性やブランド力を左右することも多く、今回の人事は世界中の愛好家から注目されています。シーバスブラザーズの今後の作品に期待したいですね。それでは海外ニュースをお届けしたいと思います。スコッチウイスキーアソシエーションが発表したスコットランド議会選挙マニフェストについてお伝えします。この提言は2026年に予定されているスコットランド議会選挙を見据え、ウイスキー産業として次期政権に求める政策の方向性をまとめたものです。スコッチウイスキーは今やスコットランドを代表する基幹産業の一つです。輸出、雇用、観光、地域経済に至るまでその影響は極めて大きく、スコッチウイスキーアソシエーションは今回のマニフェストで産業としての価値を政治と社会が正しく理解し、共に育てていく必要があると強く訴えています。提言の柱は大きく3つです。まず1つは繁栄の推進。蒸留所の新設や設備投資を妨げない予見性のある規制や税制、そして迅速で透明性の高い許認可プロセスの整備を求めています。ウイスキーは長期熟成が前提の産業であり、安定した制度環境こそが未来への投資を可能にするとしています。2つ目はスコッチの推進。ウイスキーは単なる輸出商品ではなく、スコットランド文化そのものだという位置づけです。蒸留所ツーリズムを含む観光政策との連携を強め、スコッチウイスキーを軸とした地域振興を政府と産業が一体となって進めるべきだと提言しています。3つ目は持続可能性の保護。脱炭素や環境負荷低減といった課題に対し、特に中小規模の蒸留所でも取り組める現実的な支援策を求めています。また、責任ある飲酒文化の醸成や地域社会との共生も産業が長く存続するために欠かせない要素として強調されています。さらにスコッチウイスキーアソシエーションは、スコッチウイスキー産業がスコットランド各地にどれほどの雇用と経済効果をもたらしているかを地域別に可視化しています。これは政治家や有権者に対し、ウイスキーが地域に根ざした産業であることを具体的に示すための重要な取り組みです。このマニフェストは日本のウイスキー業界にとっても多くの示唆を含んでいます。日本では現在、ジャパニーズウイスキーという名称をどう守り、どう世界に伝えていくのかが大きな課題となっています。海外市場では日本産を名乗りながら実態が伴わない製品が流通し、消費者の混乱を招いてきました。その対策として地理的表示、いわゆる GI の申請と制度化が進められています。スコッチウイスキーの姿勢が示しているのは、明確な定義とルールは産業の自由を奪うものではなく、ブランドの信頼と未来を守る基盤であるという考え方です。
ルールがあるからこそ正当な作り手が評価され、長期的な投資と技術継承が可能になります。日本のウイスキーもまた文化として産業として次の世代へ引き継いでいく必要があります。スコッチのマニフェストはそのために業界が一体となり、行政と対話し、社会に価値を示していく重要性を改めて教えてくれていると言えるでしょう。動画の概要欄に公式サイトのリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ドラム FM では皆さんからのお便りを募集しています。いただいた内容は番組内でご紹介させていただきますので、おすすめのウイスキーや素敵なバーのご紹介などをコメント欄にお寄せください。感想や質問も大丈夫です。たくさんのお便りをお待ちしています。それでは今日のゲストなんですけども、この番組ではゲストと称しまして、私が購入したウイスキーを皆さんにご紹介したいと思います。本日はベリーブロスラットからセントジェームス12年です。ベリーブロスラットは1698年にロンドンで創業した世界最古のワイン&スピリッツ商社として知られています。300年以上にわたり一度も廃業することなく営業を続けており、その歴史と信頼は酒類業界において比類のない存在です。本拠地はロンドンセントジェームスストリート3番地。イギリス王室御用達商として長い歴史を持ち、王侯貴族や外交官、文化人たちに愛されてきました。現在もこの同じ場所で営業を続けていることは、同社の伝統と継続性を象徴しています。もともとはコーヒーやスパイス、紅茶を扱う商店として始まりましたが、やがてワインとスピリッツの分野に特化。特にウイスキーの分野では、インディペンデントボトラーの先駆者として高い評価を受けています。現在もファミリー企業として独立性を保ちつつ、ウイスキー、ワイン、ラム、ジンなど幅広いスピリッツを手掛け、伝統と革新を両立。長い年月をかけて培われた審美眼と誠実な商いは、名前が品質保証になるブランドとして、今なお世界の作文化を支え続けています。セントジェームス12年はその昔、1980年代に輸出用に作られていたプレミアムブレンデッドウイスキーでした。その後、惜しまれつつも終売してしまいましたが、今回日本市場向けに同名のブレンデッドウイスキーがスモールバッチで復活。どんな味がするんでしょうか。では、ストレートでいただいてみたいと思います。はい、注ぎ終わりました。色味は明るいゴールドですね。早速香りからいただいてみたいと思います。トップノートはバニラの優しい香り。ミドルノートはカリンや洋梨。ラストノートはタンニンをまとった甘い香り。終始爽やかで素晴らしい香りですね。では味わってみたいと思います。口当たりは滑らかでボディはミディアム。甘さは控えめでドライフルーツの濃縮された風味がじわりと口に広がります。かすかに麦の素朴な甘みとシェリーダル特有のアロマ。フィニッシュは紅茶のようなタンニンのキック。わずかにシトラスのゼスト。心地よい香りが余韻に長く続きます。これはいいですね。普段飲みに最高です。グレンの癖もなく、くどい甘さもなく、
上質なフルーツティーを思わせる爽やかな果実の風味とシェリーダルから来るタンニンが絶妙なバランスで味わうことができます。飲み飽きないずっと飲めるウイスキーです。これはストレートが良さそうですが、ロック、ソーダでも楽しめそうです。もしバーで見かけることがありましたら、ぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。そろそろお時間となりました。次回のゲストは新潟亀田蒸留所からゾディアックシリーズ第2弾カプリコーンをご紹介したいと思います。このラジオが気に入っていただけましたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは良い週末を。お相手はシーカーでした。